こんにちは皆さん。私はサプタルシバナジーです。とても興味深いトピックを本日お話ししたいと思います。それは尿素、クレアチニンレベルが上昇した時です。それで現代においては慢性腎不全の人がいらっしゃいます。そして透析を受けているとか透析を考えているとか、そういう時に使えるとても重要なホメオパシーのオルガノパシーをご紹介したいと思うんですね。それによって一つ減らすことができます。透析に行く回数を減らすことができる、あるいは透析そのものを回避できるということです。なので少なくとも腎臓を安定化させることがこのオルガノパシーでできるんですね。もちろんですね、よく多くの場合根本のレメディによって健康を回復させることができます。でも多くの場合ですね、利尿剤であるとか腎臓の薬、で内薬を取っている場合、その薬をだんだんと減らしていくということもできるんですね。それから服薬をしていてもなお高血圧が下がっていかないとか、血糖値がコントロールできないとか、腎臓の機能がだんだんと衰えている、そういう時に現代薬の医師は考えます。透析、血液透析をするべきかどうか、それを避けるためにご紹介いたしたいと思います。トップ10のオルガノパシーですね。尿素、クレアチニンが上昇しているときに、あるいは腎不全のときに、あるいは腎不全になろうとしているときに使うものです。リストの1番目にはこのレメディ、ユーカリプタスがあります。ユーカリプタスグローブというレメディは私もしょっちゅう使っています。そして他のセッションでもご紹介したと思いますが、このレメディは鼻炎にも使います。風邪をひいたときで、特に腎臓においては覚えていてください。ユーカリプタスはとても素晴らしいんです。どのように覚えていてほしいのは、ユーカリプタスというのは排泄を促進するんですね。どんな排泄かというと、尿の排泄なので、あたかも膀胱が排泄能力を失っているようなときに排泄能力を促進するんですね。腎臓の力じゃない、膀胱の力を促進する。そして2番目には排泄する、排泄を助けるんですね。外に出すということですけれども、濃い痰が気管支にたまります。気管支炎の人、そして例えば慢性気管支炎とかお年寄りでたくさんの痰が肺に溜まっている、そういう時に排泄を助けます。そこで出てくる痰は白い泡立った痰です。なので尿の排泄も助ける、膀胱を助ける、そして肺も助けるんですね。痰を出す時に、特にお年寄りで疲れている方ですね。でもね、これだけではポイントが足りないんですよ。たくさんのレメディがカバーしているから。なのでこのユーカリプタスにとってとても重要なのはホメオパシー的な殺菌剤ということなんですね。ボリケにも書いてあります。なのでずっと続く発熱というのがとても重要な要素になってきます。ユーカリプタスにおいては発熱がずっと続く、あるいは発熱がしょっちゅう繰り返す、このいずれの場合によってもユーカリプタスが有効で、腎不全、尿素、クレアチニンが上がっている場合にはそこに発熱が伴うユーカリプタスの出番です。あるいは喘息、慢性の喘息、慢性の気管支炎で感染症が何度も起きて何度も発熱するという時ですね。もう一つユーカリプタスの要素としてはいつも消化がゆっくりです。消化がとてもゆっくりである、これもとても重要な要素になってきます。ユーカリプタスのですね。そして他にはですね、ユーカリプタスについてはこれも覚えていてください。あと2つ、この人には弱点があるんですね。特に尿、排尿時に焼ける感覚があったりもします。そして腎炎、慢性腎炎で感染症を起こして排尿時に焼けるような感覚があったらユーカリプタスを考えましょう。そしてユーカリプタスの紹介を終わる前にマテリアメディカを見てみましょう。とても重要なことがいくつかありますのでお伝えしたいんですね。まずはですね、ご存知のようにユーカリプタスは鼻をクリアにする、鼻が詰まっている、その
完全に鼻が詰まっている状態、それをきれいにしていきます。それから喉が痛い、潰瘍化した喉、クインジーと言いますね、扁桃が可能している、膿が出ている、そういう時にティンクチャーをうがいに使うことができます。ユーカリプタス、喉の潰瘍にうがいで使うことができます。そして鼻にも喉にも肺にも親和性があるということですね。排泄を助ける。And I may share with you there is temperature elevation. If you see in the introduction, the first line of eucalyptus is a powerful antiseptic. ということで、ユーカリプタスはパワフルな殺菌消毒剤ということで、何度も繰り返す発熱、あるいはずっと続く発熱、そしてあと2つなんですけれども、これも重要なんですね、ユーカリプタスについて。多くの場合、lung cancer, in cases of stomach cancer, 胃がんの場合ですね。ストマックを見てください。悪悪性の胃の病気で嘔吐する。で、こういう胃病の胃腸が不調の時に消化がゆっくりとしている。そして覚えていてください。関節の痛み、エクストリミティのところ見てください。トゲのような痛みがあるというのも特徴です。最後にですね、腎臓の症状をまとめます。よくあるのはNBWS flu. 風邪由来の不調 So never という been こと well で、 since flu, never been 風邪を well ひいて since からずっと不調である influenza. インフルエンザ So を the nephritis which follows an 抱えてからずっと influenza, 不調である。そして eucalyptus 腎 can 炎になってしまったとか。So patient had a history of flu, そし patient て had a history of 風邪をひい COVID, たことがあ patient る、 had a 新型 history コロナ of にかかったことがある、 any acute 急性の flu-like 風邪の infection ような and the 感染 kidney 症 function に is かかった compromised 後、 because that 腎臓の機能が eucalyptus 低 can 下し help て us しまった場合に But ユーカリプタスが my 助けになります。そして diagnostic 私の point for 目玉としては、診断のポイントとしては、 recurring temperature ずっと続く、あるいは何度も続く発熱、 a persistent この temperature where 高 lungs 熱が are involved and the 発 patient 熱 is が続 old, く、そ debilitated, して unable to 肺 bring が out the mucus, 弱ってい so て help 痰 in が expulsion of the 出て mucus これ at な the い。 same time それ the と同時 urine に output is 尿が compromised, it will help 出 promote て the こない。 bladder そう function, いう時 even に the 排 kidney 泄、 function as そ well, して so that 腎臓の the urine output is 機能も better. 弱っている時に To some 排 extent 泄を you can 助け get るん a ですね。 burning in the そして urine, 排尿時 but に to go 焼けるよう with な that, 痛みがある。 slow そ digestion して is also another feature for 消化 eucalyptus, がゆっく which り can している be というのも present 常 even に with 重要 stomach な cancer cases, 場合 patient なん is ですね。 present 例え with ば joint 胃 cancer. がんであるとか、 Although it's 関 an 節の痛みにも organopathy, 伴いま but す it。has an affinity for these excellent practical conditions. こうい So った use eucalyptus 臨床的に judiciously, 素晴らしい特徴があるの use で、こういった時に with ユーカリプタスを confidence, because 自 it's 信 a を持っ remedy て which 使 I ってい use って very くださ often い in my。 私 practice, 自身も but it's never とてもしょっ discontinued. ちゅう使っています。 Day-to-day activities 日々 like の診療において、 indicative, practice like for chronic for acute 例えば sinusitis, 急性の for 鼻炎であると nasal か、 congestion, 鼻が詰まっていると for か、 ulcerated sore 喉が throat, 潰瘍 with 化 some していると degree か、 of febrile inflammation. 発熱を伴う炎症であるとか、そういう時にユーカリプタスは本当に役に立ちます。ティンクチャーの場合、 10 drops 10 in a 滴 cup を of 水に water 溶いて twice a day, 1日に2 at 回 least continue 少 for なくとも 4 to 6 4週間 weeks, 6週間 and は then ask 続 the けてください。 patient to do repeat そし blood て tests 血液 to 検 assess 査にて changes 変化があるかどう in か the を urine 確認 creatinine する。 levels, at least 4 to 尿 6素クレアチニンの値が変わっているかを見る。do not again confound でね、 with フ ferrum ァランフォスと can は have 間違いないでくださいね。 recurrent fever as well. ファランフォスもしょっちゅう発熱がありますけれども、 Ferrum 炎症の初期段階がファランフォスなんですね。それに対してユーカリプタスは炎症のより後期です。もう分泌ができてきている。鼻に鼻水が溜まっている、あるいは喉に潰瘍が発生している。ファランフォスは炎症の初期症状です。それに対して、ファランフォスはなんか訴えが始まってきたかなっていうところですね。ということで、これが最初のリストの一番のレメディです。2番目のレメディ、これも良い結果を得ているものなんですけれども、皆さんにも使ってほしい。これはエブルモスカスです。エブルモスカス、これはやっぱり腎不全とか尿素クレアチニンの値に問題があるときに使いますね。そしてむくみ、水分の潮流があります。浮腫があって、それと同時に胸がきつくなっている感じがする。つまり胸部狭窄感、胸部狭窄があります。胸がきつい感じ。そしてよだれがたくさん出る。よだれが本当にたくさん出る。しかし、興味深いことに、口が乾燥している。なので、2つの矛盾する特徴が一人の人に現れています。口の中が乾いている感じがするんだけど、唾液がたくさん出る。モスカスはアレンとかボリケには入っていません。ジュリアンのマテリアメディカ、ここにエブルモスカスが見つかります。私もよく使っています。そして臨床のヒント、あるいは
先代から受け継いだ知恵として、腎臓の不全があって、むくみがあって、そしてよだれがいっぱい出る、しかし乾燥している、あるいはどちらかがよだれか乾燥、口の乾燥がある場合に使えるんですね。で、オルガノパシーとして使うときには、ヘリングが言っているのを思い出してください。椅子が立ち上がるためには、椅子が立っているためには足が少なくとも3つ必要です。なので、こういった小さなオルガノパシーのレメディであっても、少なくとも3つの症状がレメディと一致させるようにホメオパシー的に選択してください。なので、症状に応じてですね、ホメオパシー的に適用するときは少なくとも3つのポイントが必要です。ティンクチャーは10滴を1日2回、4週間から6週間使えます。インド亜大陸の外の国々の人たちはティンクチャーが入らないかもしれない。その時は 6C を同じように2粒を水に溶いて1日2回、少なくとも4週間、6週間は続けてください。リストの3つ目は、これもお伝えしたいんですね。で、これも良い成果が出ています。リアトリススパイケータです。レアトリススパイケータ。これはボリケのマテリアメディカに書いてあります。これの一般名称は悪魔の神跡と言います。なぜそんな名前がついているかというと、この植物の葉っぱ、まるで悪魔がかじったような歯型があるようなくぼみがあるんですね。これがリアトリススパイケータです。で、ここでとても重要なのは、皆さん理解して覚えていてほしいのは、尿の排出量が本当にとても少ないんです。で、患者さんは言うでしょう。1日にほんの数滴しか出ない。腎臓の機能がとても低くなっている。それほどまでに低いために1日に 10cc、20cc ぐらいしか出ない。そしてもしかしたら週に3回ぐらい透析を受けているかもしれない。クレアチニンとかの値が高い。そういった時に腎不全の場合とか、腎臓の機能が弱っていて完全に尿が抑圧される、無尿症であるほどものすごく排尿の量が少ないときにこれを考えましょう。そしてむくみがあってほとんど排尿が抑圧されている、これがキーノートになります。このレメディ、本当に完全な排尿の抑圧、そしてむくみがあって完全な排尿の抑圧がある。他の使い方ですね、リアトリススパイケータ。クラックのディクショナリーに書いてあることとしては、キャンプの下痢、キャンプ場に行って水に当たった。ジンジバーにもこの点はありますね。で、キャンプ場に行った時の下痢。多くの人が言っています。サルファー、マーキュリーをまず使ってみて、それでもうまくいかなければリアトリスを考えましょうということなんですね。で、例えばむくみであるとか、でほとんど抑圧された排尿、そしてこのむくみというのは腎臓が原因かもしれない、脾臓が原因、サラセミアとかそういう時もあるんですね。で、キーワードとしては腎臓によるむくみ、そしてもうほとんど無尿症になろうとしている、そういう境界の時にリアトリスはとても重要なレメディとなってきます。これもですね、ティンクチャーで10滴を1日に2回、少なくとも4週間、6週間続けて、あるいは 6C を2粒1日2回、4から6週間続けます。リストの次のレメディはとても興味深く、とても重要なもの、カリクロリタムです。皆さん、カリグループのレメディ。一般的に腎臓にすごい良い作用をします。なぜならば、むくみがありますね。特に目の周り、カリグループ、カリカーブなんか特に。そして2つ重要な腎臓のレメディ。これはカリグループの中で、でもすごく腎臓に親和性がある。それはその一つがまさにカリクロリカムです。カリクロリカムにおいてとても重要、覚えておく、理解してほしいことは、腎不全があって、でも覚えておいてください。組み合わせなんです。腎炎と口内炎です。
腎炎と口内炎がある。口内炎というのは口の中の潰瘍ですね。カリクロムっていうのは口内炎、口の中の潰瘍に素晴らしい作用を起こします。口内炎だけでもいい。そしてよだれが酸っぱい、そして口が臭い、口臭がある、そしてよだれが刺激性なので口内炎ができる。そして口内炎があって腎炎があるという組み合わせが存在すると素晴らしいコンビネーションとしてこのレメディになります。そしてカリの三角がありますね。疲れ、汗、腰痛、これもカリグループならではです。で、口内炎があって刺激性のよだれ、そして口が臭い、口臭、そして腎炎に伴うのは僕の場合、陰部がかゆい、睾丸がかゆい、外陰部がかゆい、女性だったら膣がかゆいということもありえます。そして排尿は頻繁です。頻回の排尿、特に夕方以降。頻回の排尿、特に夕方や夜、そしてよくあるのはアルブミンの尿、あるいは血尿というのがあるかもしれない。カリクロリカムの場合。しかし、覚えていてください。組み合わせとして、モリ系のマトリマディカに書いてあります。腎炎と口内炎が存在する。これが重要です。口内炎においては、インド亜大陸においてはトリチュレーションマサイ 6X、3X のマサイが入手可能です。それを口で口をすすぐことに使いますね。小さじ4分の1を水に溶いて口をすすぎます。例えば口の中の潰瘍であるとか、がんであるとか、タバコの中毒によって口の中が白くなる白板症であるとか、そういう時に 3X、6X のマサイが使えます。でも腎炎を、持っているときには 30C あるいは 200C を使うことになります。そして 30C、200C を使った後、いつも LM ポテンシに移行してください。それによって透析の回数が減らせることができます。腎臓に対しては 30C、200C。体力が活力がそれほど高くないので、さらに高いポテンシを使うことはなく、ポテンシのスケールを LM に移動します。カリクロリカムはカリミワとは違うんですね。違うレメディです。で、カリクロリカムはとても素晴らしいレメディとして腎臓に使います。で、リストの5番目のレメディとしては、これも興味深いレメディなんです。それはユリアです。ユリア、これは尿素のレメディ。これも興味深く重要なレメディです。尿素の値、あるいはクレアチニンの値が高くなっているとき、そしてよくあるのは腎臓が尿素を排出できない。で、ひどいときにはそれが痙攣を起こしたり、専門を起こしたり、昏迷状態、昏睡状態にもなりかねません。これはかなり進んでしまった場合ではありますけれども、ホメオパシー的にこのユリアをどのように使えるかというと、痛風性の失神、痛風性の失神において、これはどういう意味でしょうか。尿素、尿酸値のクレアチニンの値が高くなっているときに、症状としてその体の不調が皮膚に出てくるんですね。痛風などが皮膚に出てこようとする。腎臓の不調が皮膚に出てこようとする。バネといわく尿のクオリティはあるけれども、クオリティが薄いということを言ってますね。そして尿素の値が高い、もちろんですね。これは尿素のレメディですからね。それと同時に皮膚がかゆい、尿酸の値が高くなっている。そして皮膚がもそもそする、あるいはかゆい、皮膚に影響を与えている。それと同時に尿素、あるいは尿酸クレアチニンの値が高い。これが一言で表した症状ですね。それからユリアの場合は腺が影響を受けることがあります。腺が大きくなったり、あるいは過去その人が結核を患ったことがあるかもしれません。結核の既往歴、そして腺に影響が出ている、そして皮膚に影響が出ていて腎臓の機能が低下しているときですね。3X、6X、低めのサイトリチュレーションを使います。
そしてこれも10滴1日2回4週間から6週間続けてください。